てかゴールデンウィークなんだよな。やべえな、ゴールデンウィークな、出かけたいんですけど家にいよっと。ツイッターゴールデンウィークずっと仕事慰めて頑張ってください。こんにちは、お料理大好きたらこパス竜田揚げ棒先生です。よろしくお願いします。今日調理するのはこちら、うまい棒たちでございます。まああれだ、そういうことだ。早く消費したいんですよ。全然減らないんで、なんかゴールデンウィーク中僕にもしあったりしたらうまい棒あげるんで、ぜひ声をかけてください。というわけで早速うまい棒調理していきましょう。なんかね、潰して食ったりするとなんか本物になる説みたいなのがあります、僕の中で。というわけで今日はですね、ちょっとこのふざけんじゃねえってぐらいあるうまい棒を消費するために、うまい棒でちょっといろいろ料理を作ってみようと思います。なんかさっきね、メモ取ったんですよ。それでも計算して何と何を混ぜれば本物になるかっていうのをなんか僕の頭の中で想像したんで、それを実際に今回やってみようと思います。これうまくいったら食費が浮きますよ、奥さん。というわけでやっていきましょう。用意するのはコーンポタージュ3つと、多分お湯でいけるんちゃいますか。お湯を温めます。茶碗を準備します。とりあえずうまい棒も粉々にしてドロロロロ。もうこれだって見るからにコーンポタやん。これも別にさ、やる前からちょっと分かってねっていうとこあるよね。オッケー、もういいんじゃない、もういいんじゃない。はい、というわけで早速お湯を入れていきましょう。もうこれで完成する説がある気がするんですけど、いやもうパッと見コンポタじゃねこれ。いやもう本人と言っても過言ではないでしょう。ちょっと混ぜます。はい、というわけで完成しました。でも見た感じ結構いい線いってるのではないかなと思っておりますが、いただきます。まずい。なんでだ分かった。多分コーンポタが少ないんだ。コーンポタージュ1本であの甘さだから、もちろん水で薄めると甘くなくなるのは当たり前だったら、もっとコーンポタージュ入れてきます。おいお前本当に家族だけは大事にしろよ。よし、できました。配分見せたコーンポタージュみたいになってる。混ぜたらなんかそれっぽくなってきましたよ。これいただきます。なんか失敗したコーンポタージュの味ですね。はい、次はたこ焼き味でございます。これはシンプルにたこ焼きの味がするんで、なんか水と混ぜてこう丸めたらたこ焼きになるんじゃねえかっていう安易な発想でございます。やってみましょう。まずは粉々にします。今は彼らはバラバラなんですけども、これをちょっと水分を利用して一塊にしてみます。はい、できました。はい、決して綺麗な丸とは言えないんですけども、一応一塊にはなっていると思います。なんかもうほんとたこ焼きだなって一瞬でも錯覚したらこいつの勝ち。じゃなかったらお前は負けです。もうこれはシンプルにご飯にかければソースカツ丼ができるんじゃねえかっていう考えです。いや、お肉禁止してるんでこういうお菓子で紛らわせて食うしかねえ。楽しみです。頼むで。まあいや結局ソースカツ丼の味がすればいいんで、それだけを信じて僕はいただきます。いただきます。惜しいよ。超ソースかけたくなる味です。カツ丼ってわかるじゃないですか。カツ丼のなんか先にカツだけ食べ終わっちゃって、ちょっとご飯になんかカツ丼の汁だけちょっとかかっちゃったところの、あんまり汁がかかってない方のなんかご飯のところをパクって食べた感じです。ソースかけて。いやけど美味しい。ソースかけたらマジで美味しいと思います。マジでソースカツ丼のカツだけ食べに食っちゃって余っちゃった白ご飯のソースがあんまりかかってない方のご飯の端っこの方の味がしますね。これ完全にソースカツ丼のカツだけ食べちゃって残っちゃった白ご飯のソースかかってない方の白いご飯の先っちょの方だ。これ完全にもちろん野菜サラダといえばこうなんか丸めたらポテトサラダみたいになるんじゃねえかなっていう感じで、粉々に砕いた後にお湯をかけて丸めます。できました。すいません、見るに耐えません。いただきます。問題は味なのですよ。失礼します。ゲロです。チキンカレー味をご飯にかけるとカレーになってくださいよ。お肉禁止してるとね、カレーも食べれないのよ。どこのカレー屋さんに行ってもさ、なんか肉の破片がこう隠蔽してあってカレーが食べれないんですよ。僕今年入って1回もカレー食ってないです。チキンカレーを今食べれたら嬉しいなぐらいの感じで頑張ってみようと思います。
匂いだけは一丁前にカレーですね。ワンチャンあるんじゃねえかな。はい、見た目だけちょっとカレーっぽくなりました。結構期待してます、これ。いただきます。カレーだ。もうこれを普通に潰してご飯にかけたら納豆かけご飯になるんじゃねってな。俺の読みが正しければこれをご飯にかけるだけでも多分納豆ご飯になると思います。納豆です。いい匂いですね。かけていきます。いい匂いですね。すげえ納豆ご飯の匂いになっちゃった。僕納豆匂いは嫌いなんですけど味は好きなんで、さあ匂いに伴い味までもが納豆ご飯になっていると嬉しい。いただきます。おおおおおおおすごい。納豆ご飯ですね。みんな俺が何をしたいか分かるか。この2つを混ぜることによって照り焼きチーズバーガーができる。そもそもうまい棒を2本にすればきっといい感じの味になるんじゃないかなと思います。いただきます。おおこれは期待できる。やべえ、なんか盛り塩みたいになってますが、蓋をします。うまい棒とパンだけで照り焼きチーズバーガーを作ることは可能だったのでしょうか。いただきます。わからん。